これでわかるカエサル。才は投げられた、ブルータスお前もかという有名な言葉でおなじみのガイウス・ユリウス・カエサル。英語名でジュリアス・シーザーといった方が聞きなじみがある方もいらっしゃるかもしれません。ローマのカリスマ的な英雄。世論を味方につけ大出世し、最後には暗殺されてしまったカエサル。さて、どんな人だったのでしょう。まず、カエサルが政治を行う前のローマの背景から少しご説明します。ローマはもともと王政でしたが、いち早く共和制という形をとりました。王が治めるのではなく、中央政府があり、多数決で法律などを作っていきました。そしてそれをローマ人たちは誇りに思っていました。ただ実際のところ政府側になるのは貴族だけだったので、一部の人たちが支配していたという現状があります。大きく分けて元老院派と民衆派とあり、元老院派が力を持っていました。ちなみにカエサルの叔父マリウスは民衆派として活躍していた人です。ローマは他の都市を侵略してどんどん大きくなっていきました。侵略したところにも市民権を与えます。道路や水道設備なども整備されて発展した国でした。ただ貧富の差はどんどん大きくなります。なぜかというと、侵略戦争で農地がダメになり、農民が仕事を求め中央の都市に移ります。貴族がその土地を買い占め、奴隷を雇って大規模農営をしボロ儲け、そして貧富の差が拡大していくという悪いループがありました。そこで民衆派は市民に土地を分配する農地法という法案を通そうとします。すると地主たちはもちろん大反対、そして利権がたくさんある元老院から反対されます。そしてその法案のことを言い出した人たちは暗殺されていました。さて、カエサルの話に戻ります。紀元前100年か102年に生まれる名門貴族の家でしたが、大富豪ではなく庶民と一緒に食事をしたりもしていました。大富豪だとギリシャから家庭教師を雇っていましたが、カエサルの家庭教師はガリア人でした。ガリアとは現在のフランスの場所です。16歳の時、父が亡くなり一家の長になりました。キンナという民衆派の人の娘コルネリアと結婚。その当時、スッラという人が元老院の権力を握ると、次々に民衆派を粛清していきました。カエサルも民衆派マリウスの血筋でキンナの婿ということで、プロスクリプティオというリストに載せられます。これは特定の人物を国家の敵として扱い、法の保護の対象外に置く措置のこと。リストに名前が載った人の生命、財産を奪っても罪に問われないというものでした。わかりやすく言うと処刑リストです。ちなみにこれ、フランス革命後の恐怖政治の時にも使われています。ですがこの時、周りの貴族たちがカエサルをリストから外してほしいと嘆願。スッラはしぶしぶ認めます。その時スッラが言った言葉が、いいだろう許そう。だが忘れるな。いつかあの若者が我々貴族を滅ぼすぞ。彼の中には多くのマリウスがいるのだ。でした。なかなか鋭いですね。その後カエサルはアジア属州を担当していた人のもとに派遣され、ローマから一時離れています。22歳の時、スッラが死亡して、カエサルはローマへ帰国します。弁護士になりました。コルネリアとの間に娘ユリアが生まれます。残念なことにコルネリアはその時亡くなってしまいました。その後、スッラ派の人を告発して失敗し、命の危険を感じてロドス島へ亡命。この時カエサルはエーゲ海を船で渡ったのですが、途中キリキアの海賊に襲われ囚われてしまいました。身代金として20タレントを要求されたのですが、カエサルは俺を誰だと思ってる、20では安すぎる、50タレント要求しろと海賊に言ったとか。50タレントは30億円以上の価値だったようです。そんな大金がかけられる人物なら大物なのだろうと人々は考えます。ここで恩を着せておこうと思ったのでしょうか。属州の都市などからお金は集まったとか。そしてその50タレントは支払われ解放されました。最高人議官に立候補します。カエサルはその選挙運動で多額の借金を抱えました。そのお金は町づくりや賄賂に使われました。政治にお金が必要なのは今も昔も変わりませんね。この時たくさん貸してくれたのが大富豪クラッススです。
カエサルに踏み倒されるのが怖かったのか、彼を助けてどんどん貸してしまいます。そして選挙に勝ちました。政治的にも力をつけていきます。33歳の時再婚。なんとスータンの孫娘のポンペイアという人でした。これは財産目当ての結婚と言われています。その5年後、妻の不倫の疑いがあり離婚します。自分はたくさん浮気してたんですけどね、妻の浮気はカエサルの地位やイメージからして対外的にも良くなく離婚せざるを得なかったとか。三党政治。元老院に対抗できるように3人でタッグを組みます。元老院派に不満を持っていた戦闘で最強のポンペイウスとお金をたくさん貸してくれていた大富豪クラッスス。これで支持率、軍事力、経済力を手に入れます。ポンペウスとクラッススの関係は敬遠の中だったそうですが、そこにカエサルが仲裁に入り、めでたく3人で組んだそうです。当時ポンペウスはたくさんの戦闘で勝ち抜いてきた英雄だったので、カエサルは対等の関係ではありませんでした。そこで自分の娘ユリアとの結婚を持ちかけます。年の差20歳でユリアが怒るかと思いきや、とても仲のいい夫婦だったとか。ただ、女好きのカエサルはポンペウスの前の奥さんムキアとも関係を持っていました。それが原因で離婚したっぽいので、その罪滅ぼしの可能性もあります。カエサルは人の奥さんと関係を持つことが多い人でした。ですが、あまり問題になってなかったようです。女性たちでいざこざも何もなく、カエサルも恨まれていなかったとか。あまりにたくさんの人に手を出しすぎて、誰がライバルかわからなくなるのでしょうか。三角関係どころか縁に近いくらいの数だったのかもしれません。40歳の時、執政官になります。翌年、元老院の有力議員ピソの娘カルプニアと再婚。執政官になって彼がしたのは驚くべきことでした。元老院会議の議事録を掲示板に載せ、透明化を図ったのです。そして今までは利権がすごいために言い出す人が暗殺されてしまっていた農地法を成立させました。カエサルはたった5ヶ月で法律をバンバン変えていきます。彼に足りなかったのは軍事的な成功でした。ローマ人は軍事的な成果を出した人を崇めます。なぜなら侵略して属州が増えていくと、そこから税金を徴収することができ、ローマが豊かになるからです。なのでカエサルも遠征を考え、ガリアに行くことを決めました。ただ遠征にはお金が必要です。なんと彼は直属の部下たちからも借金しました。通常ローマでは利子をつけることは禁止されていましたが、部下たちには利子付きで返済することを約束し、勝った際には兵士たちみんなに大盤振る舞い。なので負けるわけにはいかなくなり、一生懸命戦ってくれるわけです。借金の使い方がうまいですね。さて、ガリア戦記という有名な本がありますが、これはカエサル本人が書いたものです。客観的に書いているのですが、これを読んでると彼のファンになっちゃうとか。戦争もうまくいっていたのですが、この時クラッススが戦死してしまい、三党政治のバランスが崩れます。そしてその時哲学者で政治に影響のあったキケロがポンペウスにある話を持ちかけます。今やカエサルの人気は凄まじく危険だから一緒に彼をコントロールしようと。ポンペウスに嫁いでいたカエサルの娘ユリアが死去していたのもあり、カエサルの影響力を恐れていた彼は元老院派に寝返ります。そしてカエサルはガリア属州総督解任及び本国召喚を命じられました。8年間の長い遠征を終えてもほっとできません。ルビコン川で軍を解散させないといけないのですが、それに従うとその後も元老院の言いなりになってしまう。反抗します。そして言います。ここを渡れば人間世界の破滅。渡らなければ私の破滅。神々の待つところ、我々を侮辱した敵の待つところへ進もう。才は投げられた。才は投げられたという言葉はこの時の言葉です。つまりこの後の運命はどうなるかはわからない。もう後戻りはできないということ。軍隊を連れてローマに戻ろうとすると、ポンペウスや元老院はやばいことになったと逃げます。ポンペウスはギリシャに逃げました。そしてそこで軍を整え、カエサルとの戦闘に備えます。カエサルはポンペウスを追います。で、対立の日がやってくるのですが、ポンペウスの軍7000、カエサルの軍1000。
勝ち目がなさそうですが、士気の高いカエサル軍、なんと勝ってしまいました。そして今度はポンペウスはエジプトへ亡命しようとします。そこでエジプトのクレオパテラ7世の妹の計画によりポンペウスは暗殺されてしまいました。それはカエサルに喜んでもらうための計画だったのですが、カエサルはもともと殺すつもりはなかったっぽく、とてもショックを受けました。そしてカエサルもここでクレオパトラ7世と出会います。クレオパトラはエジプトを守るためにカエサルに気に入られようと近づくのですが、演出が派手でした。絨毯にくるまって運ばれ、そこからジャーンと出てきたり、美しく着飾ったクレオパトラ、女好きのカエサルが手を出さないわけありません。そして2人の間に子供が生まれます。クレオパトラに関してはこちらの動画で詳しく説明していますので、よかったらこちらもご覧ください。カエサルはクレオパトラと息子のカエサリオンも連れてローマに帰ります。晴れて凱旋式ができました。それは盛大に行われます。6万人が招待され、記念コインを配りまくります。そこではヤジを飛ばす風習がありました。カエサルが通ると、みんな女房を覚醒、ハゲの女ったらしが来たぞと。普通なら怒りそうですが、カエサルは笑っていたとか。というのも、このシュプレヒコールは神々たちがヒーローに嫉妬しないようにという意味があったそうです。大人気のカエサルは独裁官になります。任期は半年だったのですが、その後なんと法律を変え、10年連続の就任を決定。その2年後、なんと終身独裁官に。権力を一手に集中することで統治能力の強化を図りました。これに対し共和制を誇りに思う人たちは言います。カエサルは一人で支配し神となり王となろうとしている。自由を守るには暗殺しかない。そして元老院の議場で決行されます。カエサルは14人に囲まれ次々に刺されていきました。ローマに王はいらないと叫ばれながら。この時あの有名なブルータスお前もかという言葉が出ます。ただ実際には息子よお前もかだったのをシェイクスピアの劇ジュリアス・シーザーでブルータスお前もかと言い、そちらの方が有名になったとも言われています。この裏切りの代名詞ともなるブルータスって誰なのでしょう。一番有名な説がマルクス・ブルータス、カエサルの愛人であるセルウィリアの子供。本当の息子のように目をかけていたとか。このブルータス、以前カエサルと対立するポンペウスについていました。ポンペウスが亡くなると命が危なくなりますが、セルウィリアに頼まれカエサルは彼を許します。そして共和制を好むブルータスはカエサルに反感を覚えつつも彼の下で働いていました。もう一つの説がデキムス・ブルータス。そうなんです。暗殺者の中にブルータス2人いたんです。紛らわしいですね。カエサルは彼の有能さを認めていて、なんと遺言状に第二相続人として彼の名を挙げていました。暗殺後、その遺言状を見た彼はどう思ったんでしょうね。カエサルがキケロに宛てた手紙にこんな文章があります。私が自由にした人々が再び私に剣を向けることになるとしても、そのようなことには心を煩わせたくない。私が自分自身に課しているのは、自らの考えに忠実に生きることである。だから他の人々もそうであって当然と思う。カエサルは護衛などはつけていなかったそうです。ここで驚くべき展開になります。通常暗殺に成功した側がその後の政権を握るようになりますが、この場合は違いました。ブルータスが市民に独裁者カエサルは死んだぞと告げますが、市民はショックを受けて街が静まり返ります。あまりのカエサル人気に暗殺者たちは怯えます。カエサルは念のため遺言状を作成していました。そこに書かれていたのは18歳のオクタビアヌス。その当時誰も知らない青年でしたが、カエサルの選択は正しかったようです。彼が統治してから平和な時代を迎えます。ローマの平和という意味のパクス・ロマーナと呼ばれます。クレオパトラとの息子カエサリオンのことは一切遺言状には書かれていませんでした。カエサルも亡くなり自分の力もなくなったのでこれは危険とクレオパトラはローマから逃げます。カエサルはなぜ独裁しようとしたのでしょうか。ナポレオンのように権力欲に走ったのか。あまりにローマが急なスピードで拡大していき収まりがつかなくなっていたのか。
もしくは元老院主導体制の裏にあった利権だらけの政治を壊したかったのか。カエサルが王、王と市民に呼ばれ、私は王ではない、カエサルであると言ったのは有名ですが、王というのは共和制のローマにとっては少し悪いイメージもあります。民衆に愛されたカエサルならではの言葉ですね。さて、カリスマ性たっぷりのカエサルいかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。